1ラウンドで俺は KO します。まだ誰もできなかったことを俺がやります。しかも3分で俺は KO します。約束します。まあ6月24で待ってます。誰勝ってます。私絶対勝ちます。一本勝ちであなた心配しない。1ラウンドで俺も KO だから。まああなただけじゃない、みんな全員それがやりたい。でもちょっと簡単じゃないな。だから俺は合宿に行きます。5月からできないことをできるように残りの期間俺は仕上げに行きます。覚悟しておいてください。チャンピオン。なってしまったって話なりましたね帰りたくねえって。あ、もう、はいいい練習でいいですよね。2週間合宿に来てて、見ての通りですけど、タイマー選手っていう今世界と戦ってる同い年なんで、一緒に練習するっていうのに意味があるのかなと思って来ましたね。やばいよ、気合い入れてやるさ。鈴木千尋。ストレート一瞬膝が沈んだ。いやー、やられますね。強いです例えば達郎君が30代ぐらいのベテランの選手だったら、あの時代だからとかあの人だからっていう何かのせいにできるんですけど、同い年で同じ時代を生きてる同士なんで何も言い訳できないじゃないですか。普通に勝たないとまた何十本も置いてかれちゃうなってなっちゃうんで、一歩でもこう近づけるように普通に勝ちますね。もともと会う前から知ってて、キックボクサーがなんか総合来たんだって思ってたら、もう組み技もすごくて、投げとか決めに行ったりとか、これキックボクサーじゃねえってその時に思ったのが印象的なんですけど、押し込めた時とかも体幹軸がしっかりしてるんで普通じゃないなって。スパーとか終わってもこういう動きいいねとか、あれどうやってやるのとか会話したりして、そういう会話の中からすごいなんか格闘技に対してすごい考えてるというか、たまにすごい賢いなって思うんですよね考えすぎちゃうことあるから、なんか千尋君のまっすぐな姿っていうのは真似したい。ぶち殺すの有言実行。まっすぐな姿かっこ笑いって感じずっとこっちにいてほしいなって感じです今は。帰っちゃうのが寂しいなって。やっぱもうサブミッションが強い選手なんで、寝技の展開になったりとか、そういう時も本当に慌てずに落ち着いて、必ず自分の時間って回ってくるんで、その時に千尋君のストロングポイントの打撃とかで絶対 KO してベルトを取ってほしいなって思ってます。みんな KO できないじゃないですか。みんながどうしても KO できない理由があるんですけど、僕はそれを大体分かったんで、答えがその答え合わせしてみようかなって。僕だったら多分倒せると思うんで。クレベルが中継選手と遊んでるんで、朝倉未来から中堅選手ってことだとなんとも思わないですね。じゃあクレベル選手と負けたあなたはどうなのって、中堅なのそれとも上位陣なのって話じゃないですか。僕は格闘技に格上も格下もないと思ってるんですよ。その日強い人が食らったもん勝ちだと思ってるんで。寝技だと圧倒的な差があるんで、
クレベルが勝つと思います。勝てないって言われる試合ほど面白いものはなくて、僕の今来陣の試合って必ずピンチに追いやられてるんですよ。必ず相手の得意分野に巻き込まれてからの逆転がやっぱ多いんで、それはもう学んだんで、それの全部覚えた集大成が今回タイトルだと思ってるんで、勝たなきゃって感じですよね。千尋が5回試合でずっと勝ちますな。まだ負けないな。1年当たり前今鈴木だ。朝倉かな。キラモン。鈴木千尋がキックボクシングのチャンピオン、キックボクシング上手になったら。でも次の試合がキックボクシングの試合じゃないな。MMA な。キックだけじゃなくて、ディフェンスだけじゃなくて、全部の大事です。彼がまあね、日本のトップ選手な。でも、世界でまだまだだね。自分日本だけじゃなくて、コロナ戦う、中国戦う、いろいろも戦だったら、自分で分かってる、絶対一本勝ちできるよ。私心配しない。彼が3分切るから3分できなかったら絶対何でもできなかった。判定3対0でパトリシオ・ピットブル・フレイレが勝利。誰だったら自分ずっとね、集中 100% の練習して、起きたら練習、ずっとの練習だ。キックボクシングとか、ムエタイ、結局ムエタイとレスリング、MMA とか、全部それの練習な。全部変わっていきたいけど、もう一個やればアップいきたい。絶対野球だみんな。また中国になりたい。サトシが特別じゃん。彼が天才人な。サトシが素晴らしいなんで天才でもまだ頑張ってる。私逆だってる。私全部下手くそな。私天才じゃないです。だからもっと頑張ってるできるよ。何回練習だったら絶対レベルアップできるな。目標が今いつも言うが、UFC とかバレット行く、もうそれが私考えられないんで、自分の日本で代表で私もっと日本で守りたいです。誰でも食って自分でボコボコしてそれが行きたいです。ボペガーこのガッツをもらいに来ようと思って、エンジン入れに来ましたね。スイッチっていうか。みんなうまいよ。いろんなところで練習してるところね。申し訳ないんだけど、俺マススパ見てる気分だ。試合がってことですよね。バカ強さが見たいんだよね。そういう鈴木君のキックなんか見てもすごい面白い。それをさ、もう総合でどうやってここで見せるかね。そうね、菊池先生いるけど、桜の木を抜こうとしてた男だからね。その練習2キロ水たまり作ろうかね。1ラウンド3分肩固めたところじゃポテが出てる。ほら肩つくなよ。ほらよっしゃ壊さないから大丈夫。これで壊れたら世界取れないよな。試合のこのピンチを救ってくれる練習だなっていうのをやっぱ感じたんで、
足で上げる。もうオーバークなんて言ってらんないよね。チャンピオンになろうって言うんだから。頑張ってほしいよ。はい。20歳差。10個か15個か。今24なんで。じゃあ20個。20個だよ。20個。前出ろ前出ろ前出ろな。出ろよ出ろよ出ろよ。打撃があります鈴木。上げろまず頭上げろ。みんなねいい勝負すんだよ。1ラウンド目はね。クレベルの奥深さっていうのはすごいよね。やっぱ俺はクレベルも好きだよ。やっぱりあの2人はね、サトシとかね。日本人選手だと全部決めちゃうもんね。そうですね、本当にそうですね。三角来たらどうしようとかね、タックル来たらどうしようっていうのを木木先生にねちょっと弱音を言ったらさ、砕きゃいいんだよね。なんでもなくさ、三角に来たからなんだっつって持ち上げてさ、だからどうしたっつってそこまで持ってこいよ、ね、自信満々に。よく先生した、相手はこれやってないよって。今まで戦った選手これやってないから。全局面でバックマウントもそうだしタックルもそうだしね、全部ピンチくるから、下にしてもピンチくるから、そのピンチでさ全部切り抜けてさ、そっからクレイジーダイヤモンドよ。みんなさ、3分、1ラウンドでねいい右ストレート当てれんじゃないかとかね、それは申し訳ないけどはっきり言うよ、当たらない。もう泥試合でも何でも吠えてさやってほしいな、俺はね。スイッチが入りましたね。もともと入ってたつもりだったんですけど、さらにスイッチが。でもやっぱ僕が勝つ多分方法っていうのは技術じゃなくて気合と根性なんだなっていうのはやっぱ改めて分かったんで、バカ力と気合と根性で乗り越えます。あれよ、クレベル選手に勝って会場に雷を落とそうよね。サンダーをさコーナー登って、本物の格闘技をさ、鈴木クレベルって鈴木君みたいこと戦うのを待ってたというかさ、望んでたんじゃない？それはあるかもよ。来るなら来てみろっていう感じじゃない？タイトルマッチだしね、会場のみんなにねちょっと奇跡をさ、ミラクルを見せないとね。あのさ、さっきちょっと言ってたんだけど、なんか怒ってるよね。何かに。確かにそうかもしれないです。何に対して怒ってるかそんなわからないんですけど、でもなんで俺の方がこんな練習してるのに、なんで俺の方が結果残してるのにあの人の方が俺より稼いでんだろうとか、そういう疑問の積み重ねがいっぱいあるのかなって自分の中で思います。幼少期はハーフってみんなあるんですよ。スリキーズ向いた時に血出るじゃないですか。その時にサバンナペルーが映るとか、ペルーのハーフなんで祖国に帰れとか、心が貧しかったですね、普通に。
両親も基本的に家にいなかったんで2人とも働いてたんで、会いたい時に会えない、食いたい時に食えない、欲しいもの欲しい時に買えないっていう現状がずっと続いたんで、やっぱそういうのを格闘技で全部めくってやろうと思ってちっちゃい時から格闘技やってたんで、だからこそ格闘技が向いてるのかなと思って、どんなに理不尽なことがあっても勝てばそれは変わるんで、勝てば僕が答えじゃないですか。驚いた表情を見せた梅野。29ドロー。ないだろう。赤コージ雷神学ぼう。いい加減に試合前に入場曲にVTR はさすがにどうですか、率直にやばいと思いません？梅野選手の肘やばいだろ。サンフレッチェ広島の荒木隼人です。第一大阪大会34の大会に見に行って、そこから梅野選手を知り、デビュー名だったので、それをちょっと知ってもらうためにやばいだろうを取り入れました。梅野選手、豪快なバック肘期待します。今年俺を散々いじくり倒してる佐藤大輔、必ず学ばせる年にするんで。ないだろう。大谷、強烈な肘。で、まあちょっと、ちょっとしたブームになっちゃってるんで、今日はちょっと、梅野源氏という男と、ムエタイ、そのものをちょっと学ばせさせてもらいに来ました。あ、そうですか。わざわざありがとうございます。梅野選手とのちょっと出会いを教えていただけますか。大学入学と同時に親の許しが出て、うちのジムに来たと。僕は少年ホストとかよく呼んでました。顔にこんななんかダラーって長くて、それはやばいですね。やばいですよ。負けず嫌いというところがすごいあるんで、試合に負けるのが嫌でたまらないから、その分普段練習して自信をつける。見失ってしまうんじゃないかって本人言ってましたよ。やばいですね。やばいですよ。私初めておめちゃんの試合見るの、キムジ強いな。キムジ強いはいろいろは簡単で、あとはテクニックがだんだん練習は多分大丈夫。首相撲もすごいできるから。じゃあ本当に首相撲と肘が好きで。やばいですね、それは。そう。どんな肘が強いんですか。左も右も全部できるから大丈夫です。やばいですね。やばい。当時梅野がまだ何戦かプロになって何戦かしている時とかはやっぱり K1 とかのがやっぱりいろんな意味で華やかな、梅野もそういうの見てっていうような雰囲気はありました。脚光は浴びてはいないけれども、やってること自体は本物だからなめるなよっていう気持ちはあったから続けてこれたんだと思います。デビュー以来ですね、もう60数戦してますが、日本人選手には1ポイントも奪われていないと。まあ生きる伝説と言って過言ではないというか、日本人選手は結構そう思ってる方はいると思います。はい。
としたらですよ、はい、その梅野のライジンでの初戦肘なしでした、はいはい、あの試合の判定も含めて、はい、どう思われますか？いかがなものかと思いましたね、私は。負けてね、判定はおかしい。どこに基準があったのかなというぐらいには疑問に思っています。僕もそう思います。ありがとうございます。やばいですね。やばいです。ライジンやばいですね。僕本当に格闘技始めた頃から梅野選手の姿を見てたんで、僕の中でもすごい選手っていうのが一番最初にあるんで、本当に僕格闘技を愛してる選手だと思ってるんで、梅野選手はやっぱ格闘家でいてほしいですね。かっこいい憧れの存在でいてもらいたいです。周りの人はみんないじったりしますけど、僕はもうリスペクトを持って、はい、倒しに行きたいですね。お前のヒチやりクソモアリは彼おちゃんこれいいな、誰も負けない。ヒチやりは絶対負けない。今までの勝負に対する梅野のシリアスなそういう気持ちとか、それまでの努力を考えるとちょっとなんていうんですかね、いじってるなとかおちゃらけてるなと。どちらかというと面白キャラのような扱い方をされてるんで、やっぱり僕とトレーナーはちょっとあれこれちょっと違うんじゃないのというような気持ちでいます。ちょっとそれは言っておきます。ありがとうございます、はい、基本シリアス路線なんで学びました。ありがとうございます。